こんにちは、あおいです。今日は小学校給食のミートソースを作っていきましょう。保育園のミートソースはもうすでにね、たくさんの方に作っていただいてるんですけど、今回作る小学校のミートソースはこのね、カットトマト缶を使っていきます。で、保育園はどちらかというと結構甘さ重視で作られているんですけど、小学校はそれに比べるとこのトマトの酸味が爽やかな感じが強く出ているようなミートソースになってます。で、今回小学校給食っていう紹介の仕方なんですけど、保育園のお子様もね食べられる味付けになってます。量だけいつもの量を気をつけて盛り付けてもらえれば、保育園のお子様も一緒にね楽しんでいただけます。それでは早速作っていきましょう。久しぶり葵の給食室のサブチャンネルができました。その名も葵の献立室。メインチャンネルでは単品レシピをお届け、サブチャンネルではレシピを組み合わせた献立をご紹介していきます。皆さん絶対に登録してね。まず野菜をみじん切りにしていきます。今回はね野菜カッターでやっていきますので、小さめに切ってこの中に入れていきます。学校によってはセロリとかエリンギとかいろんなお野菜をね入れることも多いみたいなんですが、今回はね簡単に作れるように玉ねぎと人参のシンプルなお野菜で作っていきます。これもなんか懐かしい最近は電動のね野菜カッターを使ってたので、保育園のミートソースの動画の時は皆さんに見やすいようにこうやってねやってたの。当時はなんかカメラが下が見えなかったから、でこうやってやってたらコメントで危ないから下に置いてやってくださいっていうコメントがねたくさんありました。エンタメでねやってますからでこの後レンジでね加熱を一旦していきますので、耐熱ボウルの中に入れていきましょう。で玉ねぎも一緒に炒めるので、これはね洗わなくて大丈夫。このまま玉ねぎも切っていきます。玉ねぎもみじん切りにしていきますので、細かめにね切ってブンブンチョッパーに入れていきます。壊れそう玉ねぎも人参と同じボウルの中に入れていきます。この後加熱をしていくんですけど、この給食がねなんで美味しいかっていうと、本当にすっごくじっくり加熱しているからなんですね。でただ家でじっくり加熱するってなるとやっぱりちょっと難しいですよね。特に私みたいに2歳のね子供を見ながらの料理はもう本当にハードなので、今回は家庭用ということで一旦電子レンジで加熱をしてから炒めていきます。そうするとね炒める時間がすごく短くて済みますので、一旦電子レンジでこれから加熱をしていきましょう。先ほどの耐熱ボウルに油を加え混ぜます。で全部をねなじませてください。そしたらふんわりとラップをしてちょっと隙間残すぐらいな感じで600ワットの電子レンジで加熱をしていきましょう。電子レンジ結構加熱時間が長いんですけど、その間ね手を空くので今のうちに洗い物したりとか副菜作ったりとか、あとちょっと横になって休むとかね、そういう時間に使ってください。はい、レンジのね加熱が終わりました。こんな感じでねもうかなりしんなりとしてます。でレンジの機種によってはねちょっと加熱の加減が変わってくるので、途中でちょっと様子焦げてないかなとかってね様子を見てください。で量が増えた時も加熱時間が変わるので、もう少し長めに加熱したりして調整をしてください。電子レンジで加熱しておいた玉ねぎと人参をフライパンに入れて中火で炒めていきます。ちなみに油はもう先ほど混ぜてあるので、油はね入れないでこのまま炒めていきます。でもし、フライパンによってはちょっと焦げたりすることもあるので、焦げそうだなと思ったらちょっと油ね追加して炒めてください。で電子レンジで加熱しているんですけど、やっぱりねフライパンで一度炒めるとこの野菜のうまみがより引き出されるので美味しくなるんですね。これを省いちゃうと薄い味のミートソースっていうのかな、あんまりコクが出ないので、電子レンジで加熱はするけれども炒める工程もしっかりと入れていきます。玉ねぎと人参を中火で 3,4 分炒めたら、ここに合いびき肉を加えていきます。
でこのひき肉の色が変わるまでね炒めていきましょう。このさっきの玉ねぎと人参炒める工程なんですけど、本来電子レンジ使わない場合は15分ぐらいかけてじっくり炒めないと、甘みがなかなか引き出ないんですけど、電子レンジ使うことによって炒めるのね3分だけで済むので、すごいね時短になります。あ、間違えちゃった。ひき肉入れたら弱火でひき肉入れてからは弱火で炒めます。美味しそう。学校によっては豚ひき肉だけでね作ることも多いんですけど、豚ひき肉の中には疲労回復のビタミンと言われているビタミン B1 がねすごいたくさん含まれていて、で一方この牛肉っていうのは鉄がねすごい含まれているので、全身にこう酸素を運搬するためにも鉄っていうのは必要になってくるんですね。豚ひき肉だけで作っても合いびきで作ってもどっちでも美味しいので、好みの味とか、あとは今のね栄養素でなんかこっち取りたいから今日は合いびきにしようとかね、なんかそういう感じで決めてもらって大丈夫です。時間がある時はやっぱりね長く炒めれば炒めるほど水分が飛んで野菜の旨味が濃縮されるので本当に美味しくなるんですよ。だから時間がある時はさっきの人参と玉ねぎはもう少しね時間かけて炒めるのがおすすめです。しっかりねほぐれたところでニンニク入れるの忘れてたひき肉とニンニクを入れて炒めます。なんか今日さボケボケしてるね。保育園はさニンニク入れないのよ。ニンニク入れなくてちょっと忘れちゃったっていう言い訳そしたらここにお水加えていきます。今度はね煮込んでいきます。とケチャップです。ケチャップとそれから中濃ソースです。あとカットトマト缶です。はい、あとはね塩コショウ入れていきましょう。胡椒は少々ね。ここから弱火で15分ほど煮込んで、この酸味をね今度は飛ばしてまろやかにしていきます。煮込み時間はまあまああるんですけど、やっぱりこの給食の美味しいミートソースって、特に本当に加熱が大事で、よく炒めてよくさらに煮込むっていうことで美味しさがね引き出すことができるんですね。なので煮込み時間はね省略しないでしっかりと行っていきます。ではミートソース煮込んでいる間にスパゲッティをね茹でていきましょう。でこの煮込むのは時々ねかき混ぜながら煮込んでください。はい、ではスパゲッティを茹でていきます。このスパゲッティ茹でる時にお塩をね入れて茹でると思うんですけど、お塩を入れる意味っていうのはアルデンテっていうちょうどいい硬さに仕上げるためと、このスパゲッティにも下味をつけるために入れるんですね。給食でも、入れる場合と入れない場合があるんですけど、私個人的には、食塩をね取りたくないっていう理由で入れないで作ることが多いです。なのでお好みでいいんですけど、子供の場合はね入れないで作る方をおすすめします。でスパゲッティは小学校の場合は袋のね分数通りに茹でてもらって大丈夫です。こっちもね忙しい。私多分今まで保育園バージョンはねこう折って茹でてたんだけど、長いまま茹でるって多分このチャンネルの撮影して初めてだと思う。あんまりだからこう入れるのはうまくないんだけど、茹だったらざるにあけて湯切りします。スパゲッティは分量外になるんですけど、くっつかないように油をね回し入れてなじませておきます。15分ほど煮込むと水分がねかなり飛んで、こんな感じでだいぶとろっとした濃厚な仕上がりになります。これで火を止めて、あとこのトマト味っていうのは一度こう冷ますことで味がどんどん馴染んでいきますので、一旦このまま冷ましてから再加熱していただくとより美味しく食べられます。これで小学校ミートソースの完成です。それでは皆さん手を合わせてください。ご一緒にいただきます。小学生バージョンいただきます。
小学校って歌なかったよね。校歌とかだった？あ、校歌歌わないか、いただきますの時に何だったんだろう。いただきます。ちょっとさ、このこれなんて言うんだっけ、この先割れスプーン全然すくえないんだけど給食のこれいただきます。2、3本しか取れないつぼっちゃった取れないんだけど泣いてるどうしよう、このままいく？あいただきます。ちょっと不格好だけど難しくないこれ？やっぱり保育園のに比べるとトマトの酸味が効いてるので、どっちかっていうとそれに比べるとこうさっぱりした味になるので、保育園のが甘すぎるっていう方はこっちの方が好きだと思う。あとミートソースがね、もし余っちゃったらパンにレタスと一緒に挟んでミートサンドにしたりとか、茹でて潰したじゃがいもの上にこれを乗せてチーズ乗せて焼いたりしてミートグラタンにするのもおすすめです。もうこのミートソースは給食に昭和3、40年ぐらいからもう出てるらしいんだけど、なんか当時はミートソースが給食の日は欠席する子供が人数がね減るって言われてたらしいですよ。それぐらい人気だったみたい。これ食べる頭入ってんのかなこれ、どこまで食べる？ポタ小学校味だけど食べますか？確認してごらん。さっきねでもお昼食べちゃったからお腹いっぱいかも。あ、遊ぶんだったらください。あーちょダメよ、食べなかったらダメ小学校バージョンも本当に美味しい、簡単にねとても美味しく作れますので、ぜひ皆さん作ってみてください。食べる？はい。いらないかいいらないかい行っちゃったどっかありがとうございました